皆さんこんにちは、ガジログです。今回は1年ちょっと前に発売されたファーウェイウォッチ GT ランナーのレビューをお届けしたいと思います。実は1年ほど前にこちらのレビューをいくつか出しているんですけども、実はですね、ちょっと思うこともありまして手放していました。しかしながらファーウェイウォッチ GT ランナーのことがすごくね、気になってしまいました。というのもここ最近私の中でごっついスマートウォッチ、もしくはG-SHOCK みたいなね、そういう対衝撃含めましてアウトドア系とかですね、もしくはスポーツウォッチ系、そういったスマートウォッチがすごくいいなというふうに思っています。ちなみに購入しましたのは実は新品ではなく中古で購入しました。中古にしてはめちゃめちゃ物が良くてですね、ほぼ私の目から見てもう新古と言ってもいいぐらいかなと思いました。では改めましてレビューの方をお届けしたいと思います。良かった点、そして気になる点ももちろんありました。それでは本日も行ってみましょう。ではまず最初にファーウェイウォッチ GT ランナーのざっくりとした特徴についてご紹介したいと思います。まずデザインの方を見ていただきますと、このような感じになっています。ちなみに新品を購入しますと、このバンドに関しまして、この短いものが今ついているんですが、長いタイプも付属しています。背面を見ていただきますとこんなデザインになっています。このバンドの幅になりますけども、これ 22mm になりますので、この 22mm 幅のクイックリリースタイプであれば好きなものに変更することができます。このあたりもすごくね、使い勝手いいんじゃないかなと思います。そしてセンサーに関しましてはね、ファーウェイのこちらのね、TrueSyn5 に対応していたりして、めちゃめちゃ高性能なものになっています。そして GPS も当然ながら搭載していまして、付け根の部分ありますね。この穴の開いた部分になりますが、これスポーツカーのデザインからフューチャーしたという風になっているんですが、この部分に実は GPS のアンテナが内蔵されているということです。そして通気性もね、やっぱりいいんじゃないかなというところもあります。そしてこのボディのこのベゼルの部分になりますが、こちらはセラミックになっています。こう触っただけでも硬さを感じます。強度のある、そして軽量で非常に強いっていうものになっています。こういったね部分もありまして、アウトドア系にもいいですし、当然ながらランニング系のスポーツウォッチとしてめちゃめちゃいいなっていうのを思いました。それでは改めまして良かった点についてご紹介したいと思います。まずその一つ目になりますけど、それはやっぱりこのデザインになります。この武骨すぎずですね、そしてエレガントすぎずという感じになりますが、スポーツウォッチ、アウトドア系に適したこういったねデザインっていうのがめちゃめちゃ気に入っています。これは好みの問題は相当あると思いますけど、個人的にはめちゃめちゃもう大ヒットになっています。最近ちょっと G-SHOCK の方がね気になっているものもありまして、こういったね武骨なデザインっていうのはめちゃめちゃ気になっています。そして次の良かった点はバッテリー持ちがいいという点になります。実はですね、この AOD をオフの状態であれば以前記録しているデータになりますが、だいたい10日ほどになっています。AOD を使わない状態であれば10日ほど持つということであれば、毎日1時間ほどのウォーキングをしているんですけど、それも含めまして様々な通知やヘルスケア関連もオンになっている状態でだいたい10日ほどになっています。これぐらい持てばね十分じゃないかなと思います。そして AOD をオンにした場合、だいたい4日ほどになります。AOD ですね、常時点灯モードをオンにしますとこんな感じになります。はい。今ね、AOD モードになりましたけども、周囲の明るさに応じて AOD も暗い状態から明るい状態へと変更してくれるのか、この辺もね、優れてるなと思います。デザイン的にはこんな感じになっているので、非常にね、シンプルなものになりますね。これは文字盤によってデザインは変わってきますが、必要最低限の情報になりますけどね、今現在時刻と、そして日付に関しましてね、わかる状態になっています。ちなみに、ちゃんとこの AOD のこの部分ですね、ずっと固定の動かない状態ではなく、微妙にね、動いていきますので、焼き付きが起きないように、そうした防止機能もついています。そして次に良かった点は、動作感がやっぱりヌルヌルでサクサクだなっていう点がすごく使い勝手いいですね。先ほどもお見せしましたけど、こういったね、動作感、この辺の動きも含めましてめちゃめちゃヌルヌルサクサクになっています。これは仕方ないなといったそういった部分も全くありませんので、動作感に関しましては本当に申し分ない動きになっています。そして次の点になりますが、それはワークアウトの機能がめちゃめちゃ充実しているという点になります。屋外ランニングを選ぶにあたりまして、このね、設定の画面見ていますと、例えば目標を定めることがまずできます。距離なのか時間なのかカロリーなのか。そして通知ですね。この辺は他のスマートウォッチでも通常通り対応していると思います。例えば1キロ間隔での通知が欲しいのか、また心拍である一定の心拍までいった場合に通知が欲しいのかね。その辺も設定することができますね。そしてメトロノームという機能も追加されています。プレビューやってみますね。
こんな風な音でペースをメトロノームで教えてくれます。このペースに合わせてランニングできますよということだと思いますが、こんな機能もね、アップデートで追加されています。すごいですね。そしてインターバルトレーニングというのもあります。ウォームアップ、トレーニング、休息、繰り返し、リラックス。どこでもね、何回か繰り返すかっていうことになると思いますが、すごいですね。こんな風にですね、様々な機能が発売当初よりも追加されて、新しい機能がどんどん入ってきていますので、この1年経ったこの今の方がね、より高機能になっているというのも、ファーウェイのアップデートをね、すごく積極的にやっていることがわかります。このあたりも使い勝手が良くなってるんじゃないかなと思います。そしてね、やっぱり良かった点になりますが、価格が安くなったという点になります。新品では3万円ほどになっているんですが、例えばメルカリで販売されているものになりますと、このブラックに関しては結構ね、お値段は高いです。2万円ちょっとオーバーしているものも新品でも多いんですけども、グレーのモデルがありまして、そのモデルでありましたら、もう2万円以下で普通に新品が売られています。中古買取店とかのね、通販サイトを見ますと、本当にね、1万円台半ばか前半で購入することができますので、もし気になっている方がいらっしゃいましたら、在庫がありましたら見つかるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、粘り強く探していただければと思います。というわけで1年ぶりに使ってみて、こんなに良かった点があるんだなというふうに改めて思いましたけども、やっぱりね、使い勝手の面で気になった点もあります。唯一気になった点が一つあります。それは大きさが気持ちね、大きいかなという点になります。大きい時計が好きっていう方もいらっしゃると思いますが、個人的にも最近は武骨なスマートウォッチ、また G-SHOCK なども好きなので、この大きさっていうのはそんなにデメリットじゃないなというふうに思いました。実は1年前に手放してしまった際には、この大きさが実はネックだったんですね。私の腕がちょっと細いっていうのもありまして、こんなね、サイズ感になりますので、ちょっとね、気持ち大きいかなという感じなんですね。腕のこの幅よりも、ちょっとね、ボディの方が出てしまうぐらい大きくなっています。横から見るとこんな感じになっていますけども、やっぱりね、見た感じ大きいなというのはありますが、逆に言えばね、武骨ですごくいいなというふうにも、今は見方は変わっています。ちなみにですけども、ファーウェイバンド7と並べてみましたけども、いかがでしょうか。デザインはね、全然違いますけども、明らかにね、大きいなというのを感じるんじゃないかなと思います。腕がね、やっぱり細い方にとっては、こういったスマートバンド系の方がしっくりくるかもしれません。しかしながら先ほどお伝えしていますように、武骨なデザインがいいなということで、より高機能モデル、そして GPS も内蔵されていて、ほぼ全部入りがいいなということであればね、ぜひね、新品ではなく中古で探すことによって、ファーウェイウォッチ GT ランナーをお安く購入することができますので、ぜひね、これを見て気になった方いらっしゃいましたらね、通販ショップで中古のモデルを探してみるのも一つ手じゃないかなと思います。当然ながらバッテリーの劣化っていうのもあると思いますので、その辺はね、お値段とのトレードオフになるってことは踏まえておいた方がいいと思います。というわけでね、もう最新モデルではありませんので、今更ながら発売開始から1年経ったこのファーウェイウォッチ GT ランナーの良さについて再認識させられています。このモデルどうやってね、使っていこうかなというふうに思うんですけども、というのもね、いろんなスマートウォッチレビューする上で、なかなかこの右上のこの場所にですね、時計を身につけるっていうのは、やっぱりもう一台ね、ここにつけると結構生活に支障がありまして、睡眠の妨げにもなったりするので、やっぱり一台にしておきたいなというのは思うんですが、なかなかね、これをつけているタイミングっていうのは正直今ないです。しかしながら、ちょっと一台だけね、時間が空いた時につけておきたいなっていうのを欲しかったので、いろいろ考えた末、このモデルにたどり着きました。最新モデルではないにしても、中身に関しましては最新ということで、本当に使い勝手いいなと思いますので、ぜひ気になった方いらっしゃいましたらね、ファーウェイウォッチ GT ランナーで通販ショップなど、またメルカリなどね、探してみるのはいかがでしょうか。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。